皆さんこんにちは。私はまゆです。この白い漆喰と黒い板でできた建物を見てください。この町では特別な建物から漂う伝統的な雰囲気を楽しむことができますよ。ここは西条という町です。ここにある建物の多くは昔の姿のままです。ここは小さくても観光客にとても人気がある町なんですよ。しかし、みんなが建物を見るためだけに訪れるわけではありません。ここが何かわかりますか？大きな工場みたいですよね。あそこにここが何なのかヒントになる大きな煙突がありますよ。貨鶴とは酒造会社の名前です。実はこの町には酒蔵が8つもあって、そしてすべてこの通りに立ち並んでいます。これらの煙突はかなり遠くからでも見ることができます。今は煙を見ることができませんが、秋と冬は酒造の時期なので、中で一生懸命お酒を作っているのだと思います。ここにもう一つ酒蔵の特徴があります。これらは飾りのように見えますが、とても便利なものなんです。酒樽という名前ですが、中にはお酒が一滴も入っていません。すべての酒蔵に案内所があります。ここでは日本の酒の歴史を学ぶことができ、実際にお酒を試すこともできるかもしれません。この地域で初めての酒蔵は、400年ほど前の江戸時代に誕生したみたいです。長い歴史があることは、ここで学ぶことがたくさんあるということです。あ、見てください。安倍元総理とオバマ元大統領がいます。一緒にお酒を楽しんだみたいですね。宝箱の中にあるお宝のように見えます。高品質な酒のようです。西条で同じ場所に酒蔵がある理由は、そこの水がとても特別だからです。そしてその水が重要でもあるので、酒蔵は地域を守り、あらゆるものを清潔に保とうとしています。大きな樽が見えますか？お米を浸すためのものです。地域の水を使うことで、お酒はこの地でのみ作られる独特の味を醸し出すことができます。知ってほしい歴史が他にもたくさんあります。こちらに来てください。聞こえますか？これはお酒を作る歌です。昔は歌いながらお酒を作っていました。作り手のやる気が出そうですね。このような資料館を訪れることで歴史を感じたり、今では失われてしまったことを体験することができます。日本に来たときは、ぜひここのように歴史を学べる場所を訪れてみてください。もちろん英語訳もあるので、漢字を読むことでより深く理解することができます。どうでしょう？漢字を練習するのにちょうどいいタイミングではないでしょうか。Thanks for watching. Don't forget to push the like button and leave a comment below if you have any questions. 今日の最初の漢字はこのように書きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。画数は16画です。訓読みは親と読みます。In English, 親 means parents. 音読みは親です。例を挙げると、両親、親戚、親子丼。例文は、両親はこの週末に九州に行くみたい。うちでパーティーしよう。次の漢字は、1、2、3、
し。画数は4画です。父と読みます。In English, 父 means dad。音読みはふです。例を挙げると、祖父、父親、お父さん。例文は、お父さんは何のお仕事をしているのですか？父は祖母と同じく農家です。次の漢字は、1、2、3、4、5。画数は5画です。母と読みます。In English, 母 means mom。音読みはぼです。例を挙げると、母語、母の日、お母さん。例文は、母の日に何か買いましたか？お母さんはお花が好きなので、花束を買うために花屋さんに行こうと思います。次の漢字は、1、2、3、4。画数は4画です。心と読みます。In English, 心 means heart。音読みは心です。安心、心配、心地よい。例えば、日本は気候が厳しいと聞いたので少し心配しています。落ち着いて、それは事実だけど、春は大抵心地よい気候ですよ。今日の最後の漢字は、1、2、3、4、5、6、7、8、9。うという送り仮名をつけると、思うと読みます。In English, 思う means to think。音読みはしです。例を挙げると、意志、思いやり、思い出。例文は、なんでそんな顔をしているの？何か考え事？修学旅行でディズニーランドに行ったことを思い出しているんだ。とてもいい思い出だよ。お疲れ様でした。今日習った漢字はとても基本的なものですが、復習をサボると忘れてしまうかもしれませんよ。できる限りレッスンを振り返ることが大切だと覚えておいてください。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。